はい。じゃあ今日は、レターとプロジェクト届くの、トーク、オンライントークイベントで、参加されている田中良樹さんと、話をしていこうと思います。レターとプロジェクト届くは、昨年度から、始めているプロジェクトで、新型コロナウイルスの感染拡大によって、いろいろオンラインのコミュニケーションがすごく増えていると思うんですけど、その状況の中であえてそういうオンラインの、オンラインではなく、手紙とか、ビデオレターなど、そういうアナログのメディアを使って、多様な背景を持った人々とアーティストがコミュニケーションを図って、その先で展覧会を作り上げていくというプロジェクトです。で、田中さんは、養護施設の、子どもたちと、コミュニケーションを手紙によるコミュニケーションをしていただいています。田中さん、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。田中です。よろしくお願いします。まず、今回のこの企画に、どういった感じで、企画に関わっていったかとか、何を意識して参加していったかみたいなところから聞いていきたいんですけど。はい。今回がその児童養護施設の子どもの家と、の子どもたちと手紙をやり取りするっていうことになって、一番最初になんか、事前にいろいろ聞かれて、例えばどういう人とやり取りしたいかみたいなところで、ちょっとそれで、ギャラリーの方がいろいろ施設当たってくれて、今回、子どもの家と、手紙交換することになったんですけど、自分は最初、子どもと手紙をやり取りしたいっていうふうに言ったんですよね。多分、他でやってるはるかちゃんとか大木さんはまた別のことを言って、それでできる団体とか、そういうのを当たって、耳の聞こえない人とやったりとか、そういうふうになったと思うんですけど、自分の場合は、子どもとやり取りしたいっていうことを最初に、言って、それで今回こうなったんですけど、そもそも一番最初に小さい子どもとやり取りしたいって思ったのが、ちょっとどうせって言い方あれですけど、手紙やり取りするならちょっと自分も新しいこと知りたいなみたいなことがちょっとあって、今、子供らがちょっと何考えてるんだろうとか、知れる、なかなか本当に小学生とかそういう、子供と手紙やり取りする機会なんてないじゃないですか。ないんで、ちょっとそういうところから、最初のきっかけって結構すごい、本当にそれぐらいのところから、その子供の家っていうところを紹介してもらって、始まったんですけど、で、今回、だから、その児童養護施設子供の家とやり取りするときには、やっぱり今回、最初の、さっき小川さんも企画説明のところでちょっと言いましたけど、ちょっとその東京の中のそのマイノリティっていうか、ちょっと少数な立場の人みたいな感じのところの人とやり取りするみたいなやつが最初にあるじゃないですか。そう多様な、ね、背景を持った人々と。そうですね。はい。そういうことになってで、多分、手紙やり取りする中で、児童養護施設って、すごい、複雑な背景があって、多分そこにいる子たちがいるんですけど、そういう背景にちょっと突っ込むようなことはやめようみたいな手紙の中でっ
っていうところはあったかなっていう感じですね。それは今もずっと思ってることなんですけど。それはじゃあ、すごい個人的なことにはあまり触れないようにするっていうことですか？向こうから、なんかこう言われたらいいけど、なんかこっちからなんかわざわざ聞くみたいなうことん。はあんましやめようかなみたいなう感じん。でしたね。多分、だから、今回が、成果点があるじゃないですか。はい。で、成果点に向けて、なんかこう、成果点で、作品のアイデアにするための、なんかこう、内容を、なんかこう、集めるのやめようみたいなうん。感じは、ちょっとあったかなっていう感じですね。なるほど。じゃあ自分にそういう条件というか、まず前提として、そういう自分の制作のために相手のそういうプライベートなことをこう聞き出すみたいなことはやらないようにするってことをやらない。一番初めに設けたっていうことですね。そうですね。うん。実際、でもその子供たちの、なんていうんですか、こう子供たちが何考えてるか知りたいっていうふうに初めおっしゃったと思うんですけど、うん。それをこう、じゃあ結構漠然とこうコミュニケーションを取っていかないといけないみたいなことだったってことですか？まあ、でもとりあえずまず分かんないで、とりあえずでも探り探りうやるーん、っていう感じですよね。なんかまずうん、最近どんなことしてるのみたいなうん、うとこん、ろから自分はこういう人ですみたいなうことをん、喋りつつ、まあ、どんちょっと徐々になんか、まあこう、打ち解けていったらいいなみたいなうん、感じでコミュニケーションを取っていくっていう感じでしたね。で、うん、最初、最初に手紙をやり取りしだした時より、なんて言うんですかね、こう、言い方変ですけど、自分の手紙のクオリティ上がってるんですよね、やっぱ。手それは紙、内容がってことですか？あの、なんか探り探りだったんで、うん、ぶっちゃうん、けなんか、ち今、3人とやり取りしてるんですけど、はい。小学生の子、中学生の子、でも、社会に出られてる人みたいな感じで、一人も別に子供ではないんですけど、うん、まあ、なんだろ徐々になんかこう、小学生、中学生に送る手紙のチューニングが合ってきた感みたいな。自分でじゃあ手応えがなんとなく出てきたってことですね。これは、ちょっとこう、送って、内容分かってくれるだろうなとか、ちょっとその辺のチューニングが合ってきたんじゃないかなっていう気がうん、してきましたね。でも本当に手紙の内容としては、めちゃくちゃ基本ずっと他愛のないことを喋ってますね。なんか、うん、本当に学校で何やったとか、最近どこ行ったとか、なんか、本当にこういう漫画読んでるとか、うん、うん、多分、自分が小学生ぐらいの時もなんか、多分こんな感じだった気がするな、みたいな。なんかやっぱ、その小学生とかだと、茶を読んでるみたいな。うん。あ、そ、女の子が読む漫画ですよね、チャオってね。そうなんですよ。だうん。から、妹いたんで、小学生だったら、変わらないな、みたいなのとか、うん。なんかその辺、なる。そういうこととか思ったりとか。でもあれですね、僕、そのブログも読ませてもらってるんですけど、初はい。め結構長い間というか、こう、返事が来ないっていうのが続いてましたよね。冬の時期がありまはい。したね、なんか。あのあの、時はどういった気持ちだったとか
ああ、すごい寂しかったですね、なんか。多分、なんか、最初にその2人と手紙やり取りし、手紙送り出して、うん。もう、え1人は、今もやり取りを、まあ、すごいゆっくりペースですけど、まだやり取りやってる、社会人の方と、まあもう1人が、まあ、男の子なんですけど、その子からこう1通目の手紙の返事まだ返ってきてないですから、自分まだ待ってますね、だから。だから、結構でもまあ、アナログでがっつり手紙書くって、やっぱ体力いるし、うん。緊張するし、まあ確かに大変だろうなっていうのは、まあ思いましたけどね、なんか。あ、相手も大変だろうな。相手も大変、相手の負担もでけえだろうなみたいな。うん。だからまあ、2月に1通ぐらい帰ってきたらすごいありがたいなぐらいのうん。ペースで。で、初めの、その結構長い間待ってたっていうのは、どれぐらい待ってたんですか？何ヶ月くえらい？最初の返事、結構待った気がするな。なんか2ヶ月ぐらい待ったんじゃないかなっていううん。送っ気が、てから。送ってからっていう。でもまあまあ、もしかしたらこう、古来の文通のペースってこんなもんなのかもしれないな、みたいなああ。気も、なんか思い出した頃になんかこう、ちょっと暇な時に返事書くみたいなうん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 。感じの、そういうこう時間感覚ってやっぱり今のね、瞬時のこうコミュニケーションと全く違いますよね。まあ全くちゃいますね。う本当に。ん。まあそれはそれでなんかこう、面白いんですけどね。本当忘れてる時になんか返事が来るみたいな。うん。なんかやっぱこう、すごい嬉しいもんなんですか？ いや、なかなか嬉しいもんですよ。これは。で、しかもその内容が、なんていうんですか、こう、ジェネレーションが全然違うというか、子供からのその手紙が来るっていう、そういうのってやっぱ普通にね、ない体験だからね。ない体験だし、社会人で今、社会に出てる方とも、まあ、最初言った方とも手紙やり取りしてるんですけど、その人は多分自分と、まあ、向こうはもう本当に20歳うちょっん。とかそれぐらいで、自分とまあ5、6個違うんですけど、それでもなんかちょっと違うなみたいなうん。のは思いますからね。なんか、やっぱこう、アナログで字書くから、なんかうん。字にもやっぱ人が出るし、うん。なかなかこう面白いもんですよ、なんか。結構、あれですか、田中さんも全部さらけ出すっていうか、子供たちに対して、今うの自分ん。のその日常みたいなことを、こう、なんていうんですか、大人目線で書くっていうよりかは、もう普通にこう、さらけ出して書いてる感じなんですか？さらけ、さらけ出すって感じでもないな、みたいな。う本当になんん。か、あの、会って最近どうみたいな話したら、多分本当に10分ぐらいで終わるんじゃないかみたいな内容を、ものすごく時間をかけてやり取りしてるみたいなうん。感じですね。なんか、その、最初結構長く書いてたんですよ、手う紙。ん。うん。でもそれ、ちょっと読むの疲れちゃうんじゃないかって、角野さんからうん。あ、向もう、こうの担当されてそうですね、る、子供の家の手術の方です。はい。別の方から、あんまし長いよりもちょっと短くて、うんうん。ちょっと絵が多いようなものの方がいいんじゃないかとか、あ、まあ、絵も入れてるんですね。絵入れてますね。今やりうん。取りしてる子とは、毎回絵のリクエストが来るんで、それを本当にガチガチにフルカラーで描いて、うーん。送り返したら、向こうからも絵が送られてくるっていう状態が今
あ、向こうからも絵が来るんですね。向こうから、それはすごい楽しいですね。それいいですよ、なんか。うーん。あの、もう本当に昔、小学生の時にクラスで女の子が描いてたそのままみたいな絵が、すごい懐かしい気分になりますよ、なんか。それはあれなんですか、その手紙の内容にこう、乗っ取ったっていうか、即した絵がついてくるんですか？それとも全然関係ない絵がついてくる？あのなんか全然関係ないリクエストを今出し合ってますね、なんか。へえ。じゃあだから次はこんな絵描いてくださいみたいなことがお互いに来るってことですか？そうですね。へだからこう、それ書くのが割と時間かかるなっていう例えば感じ。どんなあれが来るんですか、リクエストが？前は、ちょっと前が、次のブログにも書いてあるんですけど、小学生の女の子から来たのが、えー夢の中でドーナツに挟まってる猫とかですね。結構具体的なの。その前が確か人みたいな猫とかだったんで、猫をとりあえず描いてほしいっていうのが来るんですね。猫が好きみたいですね、その子は。え最近のなんか猫の漫画とかよく見てるらしくて。うーん。とか、あと、まあ別の子からもなんかこういう絵をっていう感じのが来るんで、なんか本当に結構ちゃんとフルカラーでガチガチに描くんで、まあだかえらまあ手紙のやり取りしてちょっと得した気分になってくれたらいいなみたいな。だってね、それは自分だけのために書いてくれてるってことだもんね。そうですね。そまあれは嬉しいでしょうね。自分だったら嬉しいだろうなみたいなうーん。感じでやってるっていう感じですね。それはでも、向こうの子供たちは、田中さんが絵を描ける人なんだってことを分かってるってことですよね。まあもう最初からまあ美術やってる人ですみたいな、うんうんことは伝えてあるわけじゃないですか。うん。うんうん多分、向こう、まあこういうことやってますみたいなことは書くんですけど、うんうん。うん。多分まあ美術を仕事にしてる人イコール、多分小学生の頃ってまあ画家なので、ああ、絵描きってことだ絵描ね。きみたいなイうメージなんで、ん。まあそんなにびっくりされずっていう感じですね。なんとなくそうやってこう、何度かこうやり取りしていく中で、こう、そのキャラクターというか、この子はこういう子なんだなとか、この子はうん。こういうことにちょっと興味あるんだなとか、そういうのはなんとなくこう見えてきたりするもんなんですか？でも、分かってきますよ。でもなんとなくでうん。すけど、でもそれは多分、字とかだけでも分かるっていうか、面白いですね。う多分、ん。あの、結構まあ、えー多分字見るだけで速度とか分かるじゃないですか。書いてる速度とか、うん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 。分かる。書いてる速度とか、字の大きさとか、本当かっちりした楷書体で書いてるとか、うん。ちょっと飛ばしたような風に書いてあるとか、あと丸い字とか、うんうんうんそういうので、だいぶ、その、なんとなくどういう性格かみたいなやつも、なんか見えたりしますね。だから、アナログで手紙やって面白いの、そういうところかもしれないですね。なんか、うん。うん。そうなんですよ。なんか、本当に自分は、なんかちょっとブログにも書いたんですけど、自分、割と昔長いこと書道をやってて、うんずっと字ばっか書いてる時期もあったんで、なんとなくそういうのを考えるの懐かしい気分でしたね、なんか。うん。そういう、じゃあ、この子はこういう感じの子なんだなっていうのに対して、じゃあこういうアプローチしてみようかなみたいな、そういうこう、なんていうんですか、ちょっとした、ま
相手によっての自分のこう出し方みたいなのも考えたりもするんですか？まあそうですね。だから、まだもしかしたらそこまでは行ってないかもしれないでうんうすね。なんかそんなにんやってもこう2、3往復ぐらいなんで、うんうん一番やってることがで3往復ぐらいなんで、うんもう少ししたらそういうのも出てくるのかもな、みたいなのとか。うんうんあと、まあ、おすすめされた音楽は聴こうとか、なんか。あ、そういうのも来るんですね。この音そうそう。楽聴いてみたいな。なんか、そういう聞いてみて、感想を書いたりとか、感想を書いて送ったりあ、とか。実際そういうこう、なんていうんですか、子供たちのカルチャーみたいなのにも、じゃあ、徐々に触れてってるってことですね。一応、触れてますね。でも、割と、ボカロとか、あ、あんまボーカし、ル、ボーカロイド、うん、あれですね、なんか機械音声で歌わせるはいはい。音楽とか、まあ、それは自分の時からありましたけど、うん、まあ、初音ミク初音ミクみたいな。とかね、はい。自分が中学生ぐらいの時とかに出てきて、でもそれはもう本当に、知らなかったんですけど、やっぱ脈々と進化して、もう今なかなかすごい種類多いんだなと思いました。うん、なんかこういうの追ってなかったなっていうのとか思いましたね。逆にこう、田中さんの文化をこう向こうに伝えるみたいなこともやってんですか？文い化というか、一お、応音楽をおすすめされたら、うん。自分はこういうの好きですみたいな感じで、そういうの聞いてくれてるんですかね？それわかんないですね。多分まあ、どうなんだろう。まあ、スキップしてるかもしれないですけど、うん、まあまあ、ね、そういうのも送りつつ、だから、なんと言いましょうか、本当に、なんだろう、すごい平和的なやりとりがずっと続いてるっていううん、感じですね。多分もしかしたらそろそろ、前、なんか、割と夏ぐらいに、角野さんから子供の家全体にちょっと手紙を送っうん、て、なんかうん、希望する人が自分に手紙くれるみたいなやつもやったらいいんじゃないかみたいなことを、なんかうん、すごい、自分の企画が停滞した時に、あえーなんか言われて、うん、うん、でもその直後ぐらいに自分と手紙やり取りしたい人、えぜひどうぞみたいな壁新聞を書いて送った時があったんですよ、夏に。うん、まあ、それで今でやり取りしてる2人が増えたんで忘れてうたんでん、すよ。うん、子供の家全体に出す手紙を今書いてなかったんで、うん、ちょっとそろそろやってもいいかなっていう。うん、うん、また手紙やり取りする人が増えるのもいいかもなっていう感じですね。うん、なんか一番初めに自分の今回のこう、関わり方というか、うん。あえてそれぞれの背景というか、うん。プライバシーみたいなところにはこう触れないようにするっていうふうにおっしゃったと思うんですけど、うん。なんとなくでもそのやり取りをしていく中で、その具体的にこう何かこう質問をするみたいなことはないとしても、なんとなくうん。その子たちのパーソナリティみたいなことがちょっとずつ伝わってくるみたいなことは感じてるところですかね？そうですね。うん、だし、まあこう、こういう、ここではまあ別に言わないですけど、まあ割と普通にね、まその年なりのうん、うん、結構今こういうこと考えててみたいなちょっと繊細な部分とかも
あ、そういうのももう出てきてるんですね。なんか来てますね。なんかそうえいうのをなんか一応教えてくれたりとか。なるほど。それはじゃあちょっともう、なんとなく心を開き始めてるっていうか、全然会ったこともない人だけど、田中さんっていう人と手紙のやり取りしててみたいなところで、なんとなくこう、なんだろうな、打ち解けてきてるっていうか、何かこう、心をちょっと開いてきてるみたいなところもあるってところなんですかね。そうだといいな、みたいな、なんかうーこう、もん、しかしたらこう、まあね、こう、学校とか、そううん、いうね、友達とかには普通に話してるような内容かもしれないけど、うん、うまあん。全然知らねえ人には話さないだろうな、みたいなうんこえとだとか、ー、うまあ、ん、まあ、こまあ、ギリ親には言わないだろうな、みたいなやつとか、なんかえー、そういうそれは面白いですね。身うん、近な大人にはあんま言わないかもな、みたいなうことん。とか。そもそも、あれですか、田中さんはそういう子供たちとこうワークショップやるみたいなことが今までもあったわりかしありましたね、なんうん、じか。ゃあ結構子供の扱いに慣れてるというか、そういう部分はあるんですか？まあ、扱いに慣れてるっていうか、まあ、慣れちゃないですけど、うんうん。でもまあ、まあ、いろいろやってきて、まあ、良かったなって思うことやら、失敗やらもありますんで、うん。なんかこう、まあ、でもこうやってなんか割とこう、ね、ワークショップとか、まあこう、自分、教員免許も持ってるんですけど、まあ、ああ、そうなんですね。うそう、ん。まあ、教育実習とかぐらいしかやったことないですけど、うんうんまあ、まあ、美術を通して、うん。うん。まあ、なんかこう、関わるみたいなやつはやってきましたけど、結構まあ、手紙って本当文章だけなんで、あんま美術関係ないというか、うんうんなんか美術通さないやりとりみたいなやつは、ちょっと新鮮というか、なかなかやったことないんで、まあ難しいなっていううん。うんうんう感んじですね。なんか、ワークショップとか授業とかだったら、まあこういうことやりましょうって言って、こういうことがわからないから教えてみたいな感じで、一応美術のプロとして、そういう、こうやるんだよみたいなうんうんことを言えばよかっただけなんで、まあ、もう、もうちょっと気楽ではあったかな、みたいな。うん。うん。今そうですね、なんかこう、あれですね、会ったことないけど、やっぱこう、バチバチその個人、そうんの子供たち個人の情報がバチバチに来るんで、うん。毎回毎回。割と毎回手紙開くとき結構ドキドキしてますよ、なんか。ああ、それはでも味わえない、あれですね、緊張感というかね。あの、なんか前の手紙がすげえ不快で、なんかすげえ怒りの手紙だったらどうしようとかああ、相手のね、なん反かこう、応がね。反応がね、怖かったり、もう手紙をよこさないでくださいみたいなやつうだったらん。どうしようとか。ちょっとなんか、あれですね。じゃあ、こう、なんつうんだろうな。こう、好きな人に手紙書く、初めて書いたドキドキみたいな、そういうのとも近いのかもしれないですね。あー、なんか、そうかもしんないですね。緊張しますね、でもやっぱそうそう、毎回。緊張感というかね。毎回その手紙を送る前とか、たまに結構送る人が同じタイミングで2人とかにうんう送るっていうのん。も結構あったんですけど、やっぱそういう時とかね、封筒間違えて逆に入れちゃわないようにとか、あとこの内容ね、不愉快じゃないかとか、うん。割と何回か確認して
結構ドキドキでやりますね。なんかそれだけやるとすごいラブレターっぽいですよね。なんかこう。で、複数の人にラブレター書いてるってね。そうですね。なんか、こんなになんか便箋買ったの、すごい初めてかもしれないですね。なんか、便箋のこう種類とかもいろいろ変えてるってことですか？変えてるのと、あと、向こうにも便箋送ってるんですよ。へえ。これあの、で返してっていうふうに。これで返してもいいし、返さなくてもいいけど、この便箋、どうぞみたいな感じで。へえ、それはあの、どういっえたあれなんですか、意図というか。いや、なんか手紙、返事返してもらうのに、まあ、うん。もちろんこれで書かなくてもいいよとは言ってるんですけど、うんうん。自分の好きな便箋あったらそれでいいよみたいな感じなんですけど、なんか、ちょっとこう珍しい便箋とか、可愛い便箋とか、うん。ちょっとテンション上がるじゃないですか、レターセットって。なるほど。うん。自分はテンション上がるんですよ。なんか、もしかしたらこれを見て、ちょっとこう、なんか、これで手紙書きたいなって思うかもしれないし、あと、うん。これ、便箋使って、別の友達にね、手紙書いてもいいよみたいな。ああ。好きに使っていいよみたいな。まあ、メモに使っていいしみたいなうーん。感じでやるんですけども、なんか、その一人、その小学生の今やってる女の子は、なんか、まあ、最初の手紙でその一つ便箋を送ってあげたんですけど、なんか次の返事ではもう全部友達に書くのに使ってしまったみたいな。ええ。いや、じゃあなんかもう一個あげようかなみたいな。うん、まあなんか嬉しい。それはそこでね、なんまあかまあ、手紙のやり取りが始まってるっていうのは嬉しいですけどね。まあね、別のところでなんかもう一個別の届く的なことが起こっねてるのはえ、面いいかも白いですね。な、みたいなう感じでーん、すね。そもそもでも、その今の子供たちって別にみんな携帯持ってるとかじゃないですもんね、小学生とかね。もだから、うん。そのメールをバンバンやるとか、こう LINE をバンバンやるとか、そういうのじゃないですよね、小学生ってきっと。まあそうですね。そういううん。のじゃないと思うし、なんだろう。多分、小学生とか中学生の時とかって、あと、自分高校生ぐらいの時に、まあ中学生の時からもうメールありましたけど、まあうん。割ともう大体みんな携帯持ち出してとかありましたけど、結構たまになんかあったんですよね。なんかこう交換日記やろうとか、うんうん。あの、なんかクラスでちょっとね、手紙回すみたいな。うんうんうんなんか、だから意外となんか書くのってなんか、やってみたら面白いんだろうなってうん。うん思いましたね。多分、なんかそういう感じで楽しんでくれてるんだったら、まあいいかな、みたいな。うん。そういうなんかきっかけになってればね、いいですけどね。そうですね。まあ、今回のその、届くのこうやり取りが、そのアーティストと多様な背景を持った人と一緒に共同してやるっていうところで続けてるんですけど、はい。その田中さんが初めにその、児童養護施設の子どもたちは、そのいろいろなあのそれぞれ違った背景の中で、親御さんとこう一緒に暮らせなくて、その場所で共同でいろいろな子どもたちが集まって暮らしているっていう状況だと思うんですけど、そういはい。ったこう、なんていうんですかね、それぞれが抱えているあの状況についてこう言及することはないとしても、なんとなくそういうこうその子たちがこう持っている背景みたいなことをこう想像したりはしながら手紙をやってる感じなんですかね。それそれ、とももう単純にもう一子供としてというか、うん。なんかこう
たまたまこう、たまたま出会った子供とコミュニケーションしてるっていう感じなのか、それはなんとなく自分の頭の中ではあるものなんですかね。いや、どっちもありますよ、でも。うん。どっちも考えつつうんうん。やってるんで、多分、なんか、そう、その手紙の内容とか自体は、うん。あんまし、もう普通に、この、やりとり、うんうやりとりのん。中で、その完うん結するようなことをうん。やりつつ、なんとなくその、背景はうんうん。想像しつつやってて、多分、そういうところの方が、もしかしたらその作品にそっちはなんか作品に反映されるところなのかなっていう。そっちっていうのはじゃあ結その、構、うん。自分がやりながら想像した背景だとか、うんうんうんなんかそういうのはなんか、もうちょっと、もし、作品に反映するなら、そっちに出てくるのかなっていううん。う感じですん。ね。なんかそういうこっちが変に肩に力が入っちゃうっていうか、すごいデリうん。ケートな部分があるだろうなみたいなところで、なんていうんですか、あえて距離を取りすぎちゃうみたいなこととかが起きてきたりしないのかなとかも思ったりするんですけど。そういう、なんかよそよそしい感じにはしうんないようにしようっていうのは、うん。うんでもうんあるんで、なんかこう、向こうが興味持って聞いてきたことと、うん。うん。で、こう自分が単純に最近どういう学校でどうなのとか、うん。どういうものが流行ってるのとかうん。っていうのの、なんかこう、今もうそういうやりとりだけなんで、割とうん肩に力があんまし入りようがない感じはうん。ありますね。なんか、おそらくでも、田中さん自身は、幼少期に別に、なんていうんですか、親と離れて暮らしたとか、そういう経験があるわけじゃ全然ないじゃないですか。そうですね。うん、なので、なんていうんですか、本当にその子たちの環境だったり、心の動きみたいなのを、当然ですけど、想像するしかないっていうところで、うん。その自分自身の存在っていうのが、どういうふうに子供たちに映ってるんだろうなみたいなところを、なんとなく想像して、コミュニケーションを取ってる感じなんですか？多分だから、田中さうん。んが子供時代には、自分の親がいて、学校のうん。先生がいて、友達がいてって、それぐらいじゃないですか、多分。そうですね。うん。田中さんみたいな、なんかよくわかんない、そのアーティストうん、と呼そうばれるですよね。存在が、自分の生活に入ってくるなんてことはなかったわけですよね。ないですよね。うん。美術家なんて存在知らなかったですし。うん。それがだからどういう風に自分が映ってるのかなみたいなのを考えたりするのかなと。いや、最初の方ちょっと考えましたよ。でもなんか、うん。お前誰みたいな感じになるよな、みたいな。でも多分だけど、そのいろいろ、子供の家のこと調べてたら、うんうん。こう美術を通じて何かあるワーうん。クショップだったり、その作家が関わってやるワークショップだったりみたいなうんうんうんうやん。つをやってるんで、多分割と美術家っていう存在が身近なんだろうといううんうんうこんとだけちょっと想像して、うん。うん。もうやるっていう感じでしたね。多分ね、自分だったら本当に自分の
ちっちゃい時だったらね、本当に美術作家なんて存在知らないし、うん。何やってるか分かんないし、だけど、多分まあそうじゃないんだろうという、うん。うん。なんか自分の当時だったらなんかもうちょっと違う誰かに置き換わるんだろうなみたいなうん。うん。感じでやるっていう感じでしたね。うん。一応このプロジェクト自体は来年度も続いて、で、来年の秋に成果発表展っていうのが企画されているんですけど、うん。それへの田中さんがどういったそこで何を発表するかとか、どういったコンセプトで持っていくかとか、そういうのはなんとなく今できてきたりしてるんですか？最初の方なんかちょっとブログにも書いたんですけど、永遠にずっと待ってる時があって、まあ、えーまあ、待ってる様子みたいなものを作品にもはやしようかなって思ってたんですけど、うん。まあ、それを自分が結構最近、まあ、劇みたいなものを、舞台みたいなものを作品の中でよくやるので、なんかそれと合わせて、そのベケットっていう人が書いた鼓動を待ちながらっていう、まあ、戯曲というか、演劇があるんですけど、なんかそれをやってみるとかもはやいいんじゃないかとかうん。思ってた時あったんですけど、なんか今だったら、なんかもうちょっと、こ自分と、今やり取りしてる相手とのなんか共通点をなんか共通点をなんとなく想像して、うん。なんかコンセプトっていうか、なんか内容を作るっていうのもできるんじゃないかなっていう気がうん。うしん。てますね。なんか、別に自分はそんな、まあさっき言ったみたいに別に自分が親元離れて暮らさなきゃいけなかったとか、そういうことじゃないにしろ、うん。自分子供の時、なんかずっとむちゃくちゃ不安だったんですよね、常にうん。何かが。うん。なんか子供の時ってなんか人生で一番不安だったなっていうのだけうあるん。んですよ。なんかそういう、なんか不安だとかうん。はなんか割と共通して、まあ、状況がどうであれ、割とあるんじゃないかな、みたいなうん。気がしてて、なんかそういうところも、なんかちょっと考えてもいいかな、みたいな。うん。何か、こ内容になるかもしれないな、みたいな感じですなかね。るほど。うん。なんかこのプロジェクト自体が全部言えることだと思うんですけど、ある程うん。度例えば田中さんだったら、児童養護施設のことを、コミうん。ュニケーションやるっていう時に、初めの自分の先入観とか、勝手な自分のそういう児童養護施設の子たちはこういう感じの子なんじゃないかみたいな、うん。実際に会う前の自分が作ったイメージみたいなものが、実際にやり取りする中で、そういうのが徐々に変わっていくとか、うん。そういったなんていうんですか、自分のイメージが一新されていくみたいなことはあったりするんですか？でも、そう手紙をやり取りした中でだけですよ。でも、うんうんう中でん。だけで実際がどうかとかじゃないんですけど、本当にうん。うーん、なんだろう。なんて言えばいいんだろうな。
かな。まあ、最初もちらっと言ったかもしれないんですけど、あんまし変わんなかったっていう。自分が、自分が小学生だった時の周りの子たちとなるほど。変わんなかったっていうか、うん。あんまし、その、ね、例えば、特別大人びてるとか、うん。特別子供っぽいとかうん。じゃないし、本当にめちゃくちゃ悪口書いてくるとかじゃなく、もうめちゃくちゃ褒めてくるとかでもなく、うん。本当に変わらんかったっていう感じですね。多分、うん。だから、それが本当に、ちょっとなんて言うんだろうかな。本当にびっくりするぐらい変わらなかったんで、その手紙のやり取りだけしてる感じでは。うん。その、例えばジェネレーションでこういうもの好きとか、うん。世代ごとに好きなものの違いはあるにせよ、うん。割と同じように流行ってるものを見てるし、うん。だからそこであんまし、だからそれがすごい逆に意外だったかなっていううん。感じですね。なんか、あれですよね。きっと、社会が作り上げているイメージみたいなものと、まあ、実際の現実の、その、個々の持っている現実みたいなものは、当うん。然のことながら、それぞれが違いがあって、その、社会が作り上げているイメージなんてものは、もう単純なステレオタイプのものでしかないかもしれないというか。まあ、それはもちろん、その周りの環境は多分全然違ううんでしょうけど、うん。うん。その、本当に手紙の中だけだと、うん。多分、本当に内容だけだったら、うん。最初えいろいろ、どういう子供らと、どういう施設とどういう子供たちとやり取りするかみたいな、いろいろ候補もらったときあったときに、うん。いろいろ候補もらって、まあ、例えばね、学童保育の子供たちとかどうだうん。ろうみたいな案とかうん。も最初あったんですけど、多分本当に手紙の内容だけに関して言うと、多分学童とかの子とうん。やっても、もしかしたら雰囲気は変わんなかったかもなっていう気はしますね。だから今本当に生活とかなんとなく想像しますけど、うん。うん。内容、本当に手紙の中に書かれた内容だけだと、まあ、そこ、本当に特別何かどうっていう感じもうん。うん。しないかな、みたいな。うん。でもそれはなんか大きい、なんていうんですか、発見じゃないけど、実際に今回のプロジェクトで分かり始めてきたことっていうか、知ることができたことの一つですよね。まあそうですね。うだから、ん。まあ、それはもちろん自分、まだそんな打ち解けてなくて、手紙のやり取りの回数も、うん。もちろんアナログだからすごい時間がかかって、うん。そもそも会ってないし、うん。うん。私子供の家にも行ってないしみたいな、うん。別にそういう関わりがないからっていうのももちろんありますけど、うん。今回のプロジェクトで、え得た範囲ではうん。そういう感じっていううん。ことですね。それが
作品としてどういうふうにこう結びついていくんですかね。だから、さっき演劇って言ったじゃないですか。うん、そういうこう、なんとなくこう、脚本をまず田中さんが書いてとかが当然発生するわけですよね。演劇やるそうとしたら。ですね。うん。そういった時に、こう、今回の手紙の何らかのこうやり取りの中のエピソードとかが入ってきたりとか、そういうことうん。が起きるってことですかね。まあ、あんまし、最初から、うーん、手紙の内容を使うとか、あんまし考えてなくて、うーん。考えてないのと、まあ、最初になんかこう、向こうになんか A4 の自分と手紙やり取りしませんかみたいなうん。やつを書いて送った時も、まあね、手紙の内容とか別に使うわけじゃないよみたいな。うんうんうまあ、ん展示、まあ、最終的に展示、まあ、こういうプロジェクトで手紙交換してほしいですみたいな。で、うん。いつか展示もやるから、うん。なんかそれに向けての企画ですみたいなうんうんことをやって書いたんで、まあ、あんましそういう内容を直接使うとか、うんうんまあ、彼らが書いてくれたエピソードを劇にするような感じではないだろうなという。うん。うん。だから、今回の、だから自分の今、まあ、どうしようかなっていうところが、こう今やってる、なんかプロジェクトはプロジェクトで楽しいんですけど、うん。まあ、それとこう、なんか成果展の展示っていうものがどうしても結びつかなくて、うん。そこで困ってるっていう感じですね。だから、うん。なんかこう、もう少しこう、展示ありきのザ・リサーチですみたいなうん。ものだったら、もうまあまあ、それのためにやるって感じなんですけど、うん。なんかもう、この手紙のやり取りはもう手紙のやり取りで完結してうん。るから、うん。まあ、そっからこう、展示に広げる方法が今、どうしたもんかというなるほど。感じですかね。でも今こういう話聞いてると、どうしても手紙のやり取りにすごいこう興味が湧いてきちゃいますけどね。どんなこと話してんだろうとか、うん、どんな、お互いが描いてる絵とかもすごい見てみたくなっちゃうというか。そうですよね。そうなんですよね。でもなんかまあ、こう、最初からこう、割と、これはもう、手紙っていうのはもうこう、やり取りしてるだけの間柄の内緒なんだぜ、みたいなうん。感じで始めちゃったし、まあ、絵とかならギリギリいいかもしれないですけど、そうね、そうね。うん。絵とかでね、許可取ってギリギリいけるかもうん。しれないけど、だからこう、成果点としてそれを出すのはどうなのか、何なのかみたいな。うん。なんかでもそこ、見る側としたら、やっぱりそのやりとりの中からこれが出てきてるんだろうなっていうのは想像しちゃうわけじゃないですか、見る側は。うん、どうしたって。そうですね。で、それで、まあそれはだからどう想像してもらってもいいっていうのが美術のいいところだと思うんですけど、はいはい。そその、なんとなく見る側は、あ、その親御さんとこう一緒に暮らすことができない人と田中さんっていうアーティストがやってっていうなんかこうバイアスというかそうですよね。こうかかっちゃうわけじゃないですか、先うん、入観がそれこそ見る側にとっても。うん、それをだからこうなんていうんですか、そのバイアスがかかった時にこうすごい感想のステレオタイプの感想みたいなのが出てきたら、それはそれですごい嫌じゃないですか。それはそれですごい嫌だし、だからといってなんかこう、いや、実際は全然違ったよって、なんかこう、ね、言うのもなんかこう、ステレオタイプな答えなうん、気がそうですよね。うん。するし、だから、何にも変わらないですよっていうのもよく
聞くような答えだと思うし。変わらないというか、いや、変わるしみたいな。うん。いや、絶対変わるしみたいな。っうん、そうですよね。ていうところもあり、だから私はこう、何をしたらいいんだろうという、今、八方塞がりみたいな。だからこう、わかんないんですよ。なんか、やり、もし手紙やり取りした人たちが見に来てくれるなら、うん。その子らをびっくりさせる方法みたいな。うん。いや、それは見に来てくれると思いますけどね、当然まあ、ね。見に来てくれると思うんですけど、うんなんかこう、そこでびっくりさせる方法みたいなうん。方法。なんかこう、俺実はこんなん考えてたんだぜって出すときに、うん。今何を考えれば一番面白い手が打てるのかみたいなうん。うん。ところですね。多分、それで言うと、まあこう、この手紙のやり取りは手紙のやり取り、やり取りでもちろんこうね、そのやり取りしてる相手が、まあ、楽しんでくれるとか、うん。こうね、なんか手紙のやり取りしてよかったなって思ってくれるようにやりますけど、うん。作品は作品なんで、うん。もう、だから今こんなに悩んでるのは、多分こう、まあ小川さんの采配もあるんですけど、まあ、やっぱ大木さんいるのはちょっとでかいですよね、やっぱ。他の参加してる人の他の中に。参加してる人、まあ、はるかちゃんもそうですけど、なんかこう、ね、作品として、やっぱ、あの二人により、やっぱ面白いもん出さないと、うん。来た子供たちなんか、いや、ちょっとこう、外れだなんか、ったみたいな。俺のチームはダメだったみたいな、なんか、嫌じゃないですか。それは嫌ですね。なんか、自分チームが、やっぱめっちゃいいもん作るっていうのが、うん。やっぱこう大事だなみたいな。やっぱ、うん。すごくセンシティブなやり取りをこれからもするのかもしれないですけど、うん。やっぱ、ままあもちろん内容も考えますけど、うん。パワーと派手さは欠かせないというか。それでもすごい重要なとこですよね。こういう、こう、なんていうんですか、こう、多様な背景を持った人とやるプロジェクトって言ったときには、なんとなくこう、こうポリティカルコレクトネスというか、そのなんか社会的な正しさみたいなことをこう求められちゃってるのかなとか、見る側もそういう社会的な正しさみたいなことをこう見出さないといけないのかなみたいな、そういうのってすごいつまんないというか、それよりかやっぱりこう、そういうこう、なんか正しいものを見たっていうよりか、やっぱ面白いものを見たっていう風なものを作りたいですもんね。そうですね。でも正しくもありたいですよ、でも。うんうんうん。正しく強く面白くっていうところ。すごい大変ね。そうですよ。やっぱ、そうなんですよ。だから、うん。その、とりあえず、もし手紙のやり取りがこれからも続うん。くんだったら、まあ、そのうん。展示やるけど、うん。なんか見たいもんがあるみたいなやつ、ちょっと聞こうかなみたいな。これかああ、らなるほど。聞いていこうかなみたいな。なんか、まあちょっとアイデア出しに協力してもらうじゃないですけど。うん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 。でもなね、それがこのプロジェクトの意味というかね、そういうこうやり取りがすごくオリジナルなものっていうか、ここでしかないもの、それこそ田中さんとその子たちの間でしか成り立たないものっていうのがすごい一番重要なとこだったりしますもんね。そうでだからすね。そこにヒントがあるっていうかね、そこになんかこう作品の
になるきっかけというか、当然のことながら、そこに何か詰まってる感じはしますけどね。うん。うん。そうですね。なんか本当に、割とやりながら、うん。これは成果点いるみたいななんか感じも思いながらやってたんで、うん。あ、いらないんじゃないかっていう。成果点必要なのかなみたいな、なんうか気ん。もしつつも、でもなんか、まあそれはまあまだ自分の中でつながってないっていうだけなんうんうですけど、ん。うんうん。でも多分、その子供たちが見に来た時に面白かったら、やっぱりやってよかったってなるんじゃないですかそうでね。すよね。だからこう、うん。そういう、だから子供たちが、てかやり取りしてくれた子たちがうん。くれたキーワードだとか、うん。まあそういうものから作品作るでも何でもいいけど、なんか、あ、この船に乗ったんだみたいな感じの、ちょっとこう、あ、これに加担したんだみたいなうん。感じの強さができたらね、できたらいいかないいでとすよね。う思うんで、ん。まあ、ね、こう、頑張りたいわけなんですけど、いや、でも、お話聞いて、そのね、来年の秋のがすごい楽しみになりました。いやー、まあ、ハードルが上がったかもしれないけどね。そうですね。だから、わかんないなっていう。はい。でも、楽しみにしてます。あ、ね、このブ楽しみに。ログ自体は、来年も続いてって、そうですね。今後も更新されていくので、ぜひ、見る人たちはそこもチェックしながら、その最終的に田中さんの船がどこに行き着くかも、秋の青果店で楽しみにしてもらえればと思います。今日はそんな感じで終わろうと思います。今日ありがとうございました、ザンガさん。いろいろはい。聞かせてもらって楽しありがとうございかったです。ました。はい。どはい。うも。